こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、訪れに勝てなかったですが、2年前の9月に始まったこの企画のワールドも、プレイするのはこれが最後です。打ち切り決定したのね。とりあえず、2年前にこの企画を始めた私に説教しようと、第1話を見返してみたのですが、新企画を考えていたらダイヤ掘る口実ばかり考えている自分がいて怖い、とか言っていて、正直怖かったです。やっぱり土地狂っていたわね。まあおそらく当時は、採掘症候群だったんだと思います。おかげさまで今や完治しました。再発しなければいいわね。さて前回は久々の採掘の続きで、ダイヤラッシュを味わいました。残りわずか60個のダイヤを集めれば、半減目標に到達です。リラックスしてかかれそうです。で、精錬中にアイテム整理してたら、こんなところに作り置きのドロッパーがありました。まだ愛好家だった頃に作っておいたのね。そして金の精錬が終わって、上位の金リンゴが半減目標の32個に達しました。そういえば、上位の金リンゴがクラフトできるのはこのバージョンで最後だったんですよね。私はこの先何を食べていけばいいのでしょうか。金のゾンビ肉しかないわね。さて、それでは最前線へ。ダイヤ5000個到達後には、地上のダイヤの回収作業も残っているので急ぎ気味です。というわけで、早速89周目に突入です。期待値から、よほどのことがない限りはダイヤ60個を上回るでしょう。つまり、楽勝なのね。まあなんとなく嫌な予感もありますが、いつも最後の最後にはダイヤ運だけは恵まれるので気のせいです。さて、まず開始すぐに金鉱脈を。続いて2分ほどで金鉱脈を。さらに3分で金鉱脈を。で、そこから40秒で、金4連続です。いきなり偏っているわね。まだ慌てる時期じゃありません。そしてそこから2分ほど掘ったところで、ほんとよかったやっと出ました。きっとここからは普通にダイヤが出てきてくれます。ひとまず17個確保ね。で、最初の頂点にたどり着いたところまでで、入手したダイヤは19個しかなく、ちょっと微妙なペースです。鉱脈一つ差でひっくり返るペースね。その先で、溶岩池を掘り当てました。足場に空洞がある状況は、意外とこの高さでの採掘中はそこそこ珍しいんですよね。大抵溶岩で埋め尽くされているものね。なので、松明つけに行く寸前まで足元が無警戒になることがあったりします。さて、スケルトンが右側で待機しているようですが、音でバレバレです。まあ矢を撃たれても防具が硬いので、そこまで慎重になることもなちょうわお。というわけで、半周まで来たのですが、入手できたダイヤはまだ36個です。さっきよりペース落ちているわね。まあダイヤ鉱脈一つ分の影響が大きいですから、仕方がないのですけど、早く5000個超えて楽になりたいところです。しかし、次の頂点まで掘り進めているところでは、このダイヤ鉱脈一つしか見つからず、半減目標の5000個まであと7個、という嫌な数が残りました。ダイヤ鉱脈一つでは足りないことあるわね。その4分後に金鉱脈を見つけたら、さらに金鉱脈が出てきました。このパターンはチロッと珍しいです。というわけで、風車型90周目をかけての、最後の直線勝負をする羽目に陥ってしまいました。しかも、この直線の真横が前回のダイヤラッシュゾーンです。ダイヤ生成率が低くてもおかしくありません。せっかくこれが最後の一周だと、心を込めて掘っていたのが台無しで、もうダイヤのことしか頭にありません。つまり、センサーが振り切れているのね。そして、後から振り返ればこの洞窟が原因だったのでしょう。
ともかく早く楽になりたいと、嫌な予感を打ち消しながら、ひやひや掘り進めていたんです。さっき最後の最後はいつもダイヤ運がいいとか言っていたわよ。そんな感じで、超ビビりました。まず、8メートル掘って松明をつけての繰り返しでしたので、通路上の湧き潰し漏れがないことには自信がありました。次に、採掘通路の天井や側面には、ここまでしばらく洞窟埋め残しがなかったはずなんです。まあでも念のためにと、天井と側面の埋め残しを丹念に調べてみたのですが、こんな感じでやはりありません。なお、このシーン初めの洞窟はここです。えらく距離あるわね。プレイ中には、まさか何かのバグで子供ゾンビが壁すり抜けたなどと考えていて、さらにプレイ中は、このちっちゃく見える子供ゾンビの姿を見落として、気づいた時には、どこにも隙間がないはずのところから、2体目の子供ゾンビの出現です。危うく、子供ゾンビの壁すり抜けバグ仮説を提唱するところでした。危なかったわね。さて、やっと気を取り直して採掘再開した頃には、ダイヤが頭から完全に抜けてました。おかげで、物欲センサーを無事に回避し、あっさりとダイヤ鉱脈発見です。で、子供ゾンビがいないか確認したと。さて、さすがにハードコアでのダイヤ5000個達成の瞬間は味わいたいので、モブに邪魔されないように安全対策を施して、あと6つ。あと3つです。ラストワンね。無事に、帰ってきました。結局、その後3カ所のダイヤ鉱脈を掘り当てて、ゴールです。終わってみると、やっぱり楽しかったです。まあ終わった時にはね。すべてのダイヤ鉱脈は、各収録データ上の採掘時刻の記録を残しています。それと風車型の頂点座標のチャンク位置情報を確認しておいて、あとは、各頂点に到達した収録データ上の時刻を拾っていけば、57話で触れた、試し掘り式ブランチマイニングの研究データが揃います。まあダイヤ生成アルゴリズムが嫌な感じに変わってなければね。金鉱脈みたいな変わりようはほんとご勘弁願いたいです。さて、風車型89週までの、各周回の採掘時間はこのような結果でした。縦軸は、採掘開始から終了までの時間です。で、次の累積採掘時間グラフが意外だったのですが、どうも私は、総プレイ時間の153時間のうち、69時間しかブランチマイニングしていなかったようなんです。差し引きの84時間、何をやっていたのよ。バイオーム探索時間にしては長すぎです。風車型の準備時間を加えても、まだ余りそうだし、何かの息抜き時間だったのでしょうか。そういえば息抜き企画だったわね。さてでは、地上に展示していたダイヤを回収してしまいます。と言っても、せっかく装置を作っておいてなんだか惜しいんですよね。というわけで、少々遊び始めました。なんでダイヤを振らせないのよ。拾い集める時になくしたら嫌じゃないですか。まあともかく20分少々で、つつがなく回収作業が終了です。ぴったり6スタック、どうやら一つもなくさずに済んだようです。そして、地図の全貌はこんな感じとなりました。右端の広い海洋にキノコ島がなかったのが痛かったわね。ハードコアでの冒険の時間達成が、あとキノコ島だけだったんですよね。さて、確かにダイヤが5037個あることを確認しました。これだけあるのに、使い道見つけるのが難しいのよね。これらを全部有効活用して消耗しきる企画を考えると、ちょっとやる気が起きないくらい厳しそうです。さてそろそろ、2年前に始まった企画の、お別れの時間となります。長かったわね。長かったです。最後に、ここまでご視聴いただき、また、様々な形で応援していただき、本当にありがとうございました。
企画途中に連載を中断したことや、目標半ばに打ち切りとすることについて、改めて深くお詫びいたします。企画を立ち上げた時点での、私の見通しが甘かった、ということに尽きると思います。土地狂っていたものね。ダイヤ大量採掘の最大の難関は、秋が来た時のモチベーションのコントロール、だと思っていたんですよね。でも多分違います。おそらく、他にもっとやりたいことを、見つけないコントロールなんです。地上に出てしまい、新バージョンの概要を知ってしまい、新たな採掘の研究テーマに気づいて、今の私には、続けることができなくなってしまいました。今の心境として、まだ私はマイクラで試したことがないことばかりで、いつかマイクラを遊び尽くせる日が来るのかと、少々恐ろしい気分です。まず自宅を作りなさいよ。では、打ち切りの教訓を忘れないよう肝に銘じつつ、今後も色々挑戦していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。またね。